器をもらってこいって言うんです。それで、とにかく行きました。そして、戸を開けまして、スピーチをくれとこう言いましたら、女の人が出てきまして、白いエプロンを着て、なかなか恰幅のいい人でしたが、それがすぐ分かったというような顔をして、そして、マッチコンも持ってきてくれました。それで、それを持って、保証のところへ帰ってきたんですけども、そこのうちの窓を見ますと二重になっておりまして、そこに、ベゴニアが咲いていました。それから気をつけてみますと、どこのうちでも大抵二重窓のところには、植木を置いてありまして、ベゴニアが咲いておりました。それから山へ、そうですね、伐採に行きますと、ソ連ではあんまり花がないようなんですけども、バラの花が咲いていました。小さな野バラです。それで、バラが咲いてるなと思いましたら、友達が花よりもこの実がこうまいって言うんですよね。口の中へ入れてみろっていうもんですから、僕もその実をかじってみました。なかなかちょっと味があったもんですからね、酸っぱいような。まあこれでもいいやと思って、いつも行きは帰り際にはそれに注目して、帰ったもんでした。そうです。それから、前にもお話ししましたようにしたんですけれども、ビタミン C の食料の元である松葉を取りに行きました。その時にいっぱい花が咲いてました。それはヒナゲシでした。それにもヒナゲシがあるんだななんて思ったんですけど、砂地でしたからね、きっと砂地にはヒナゲシなんかが、生えやすいんじゃないかと、こんな風に思いました。つまり日本へ帰りまして、ケシのことを少し、調べてみましたら、やはりシベリアにはシベリアヒナゲシというのがあることが特徴でというふうに書物に書いてありましたが、その自分ヒナゲシじゃ何にも役に立たないな、タバコにもならないと、なんかタバコになるようなものはないかねってこんなふうに物色もしてみたんですけれども、タバコは栽培しておりまして、我々の使用場の近くにはありませんでした。それで、いつか、なんとかそういうものに巡り合わなかなと思って、心がけておりましたらば、やはりシナ系の男性がいて、それが何人か使いたいというようなことで百姓してるんだっていうことだったんで、それの刺激に、ちょうど行った時にどうかなと思ってみましたら、その人がタバコを栽培してました。でタバコはまだ小さくて、とても我々がそれを湿気してくるなんてことはできないほどでしたが、変な分回しみたいようなものをこう使いまして、そうして、こう植え付ける半種の間をこうきちんとこう距離をとっていたわけです。得意そうな顔をしていましたが、まあ農家での人に聞きますと、そんなことは当たり前なんだっていうふうに言っておりました。
それからまた前に戻りますけれども、山からいよいよ帰ることになりました。夏いっぱい働きましたらば、衰弱してしまって、しまいました。それで、下の方から医者が来まして、我々のグループを調べたんですけれども、調べて、問診している間に私の名簿の上に B と書きました。そして書かれたものをいろいろとこの検討をみんなでし合ったんですけども、 B っていうのは何だっていうことで、そしたらバリノイだから病気だっていうことだろうって言うんです。それで、とにかく一生懸命働いて、病気になったものはもう山から降りるんじゃないかと、こんな風な噂が流れて、近いうちにもう帰れるんだっていうようなことがまた言われました。それでそれが実現しまして、僕ら帰ることになったんですけれども、帰るのにはお土産を持っていこうっていうんで、元のラーゲルに帰るんですから、そういうふうな話になって、どうしようっていうことで、そうしましたら、誰が言い出したのか、ソ連の人かもしれませんが、山にキノコがあるから、そのキノコを取りながら帰ろうやっていうことだったんです。それでしたけれども、中で元気のいい人はですね、帰り際に、キノコを取るということでした。して、またその人たちと合流してみましたら、その人たちのそうですね、マータイ、麻の袋ですね。麻の袋に2杯ばかり取ってきました。これいいごちそうなんだというふうなことだったんで、元のラーゲルに帰りまして期待しておりましたら、1週間ばかり経って、その、キノコが、塩漬けで出ました。ちょっと、椎茸に似てるようなんですけれども、もっと薄っぺらで、もうちょっと灰色の、キノコでした。あれもインカ植物ですから、鼻の内に入るんだろうと思いますけれども、そんな風なことがあったんですけども、また思い出したことをもう一度お話ししてみますと、私たちが鉄柱で出来上がった橋を渡りまして、ブラゴへ、黒竜湖を渡りまして、ブラゴへ着いたとき、そのブラゴへの町に流れていた歌が、なんと、これはアメリカの歌じゃないでしょうかね。赤き翼、愛の翼っていうのが街に流れていました。それがソ連入ってからの音楽を聴いた第1番目だったんですけれども、前にお話ししましたようにベヘースっていうところへ、働きに行きますといろいろなニュースが得られまして、ソ連にはバラライカといういい楽器があるという話、それからもう一つ、私が収容所の近くに兵営があったんですけど、その兵営市駅に行きますと、そこで、兵隊がギターを弾いていました。これは僕がギターができれば、やっぱりその人にちょっと貸してくれって言ってギターでも弾いて、そして楽しんだんだろうと思いますけども、残念ながらこれもギターも手に触ったこともないような男でしたので、とうとう、そのままになってしまいました。で、さて、帰る日がだんだん近づいてまいりましたが、それまでにもまたいろいろな事件がありました。それはラーゲルに火事が起きました。パン工場だったんです。パン工場は
まあ、主にドイツ人が働いてましたんで、我々にはあまり関係がなかったんですけども、その次に起こりました火事は、寒熱滅菌で、これは、シラミの卵、それからシラミを、滅菌するという、そういうところで、乾燥滅菌だったんですね。で、熱が上がりすぎちゃいまして、やはりその、壁に触ったんだろうと思うんですけども、何千となく、シャツとかズボン、そんな風なものが焼けてしまったそうです。で、誰がその責任かっていうことで、だいぶ揉めたらしいですね。で、そんなことをやってれば、なかなか、我々は帰れないんだというようなことで、とてもそういうデマが飛びまして、心配しました。代償のために働かなきゃならないわけですから。そして、まあ、それも終わりまして、もうあと4、5日でいよいよ直人会へ向けて、出発だということになったんですけれども、そのラーゲルがどのようなに働きをした、それからどんなふうな団結したかということを見るのには、歌が一番いいというんです。そういう話が流れまして、どうしても歌を習って、帰らなきゃいけないと。直人家で、一致団結したところを歌声で聞かせなきゃいけないんだということ。直人家ではその歌を歌わせるんだということ。そんな風なことで、急遽我々帰る者が広場に集まりまして、そして、ピアノだの、太鼓だの、ラッパだの、そんな風なものまで、借りてまいりまして、習いました。その歌を、まあ、今となってはそうよくは覚えておりませんけども、歌った歌は4つばかりありまして、それの節は覚えておりますので、ちょっとやってみますと、町から村から工場からっていうのと、これは随分おおらかな歌で、僕は前にも聞いたことないし、新しくなんか日本で流行った歌だと、こんな風な話でした。それから、縦万国の労働者っての、こんなのがありました。これはもう、労働運動が始まってからきっと、歌われた歌だろうと思いましたので、このリズムは大体知っておりました。それから、もう一つ赤旗の歌で、今日ものさらばされ、我ら席守る。こういう歌ありまして、やっぱりこれも、労働運動の始めから、メーデーには必ず歌った歌だということを私は聞いておりましたし、この歌は太鼓なんか叩きますとなかなか勇壮で、そしてなんとなくこの、働いてる人にはまあやっぱり士気を、奮い立たせるというようなそんな風なリズムでしたね。それで、それぐらいは覚えてます。それからもう一つ、夕日、真っ赤な夕日のところで、練習をしたことあるんですけども、悲壮な風に、私には映ったのは、立て植えたるものよ、今ぞ日は近し。こんな歌がありました。立てよ我が腹から、暁は来ぬ。なんかこういう歌を歌いますと、それこそ悲壮になってしまいまして、ちょっと、こう、体がこう少し寒くなるような、そんな風なに感じました。で、いよいよそういう風なお付けをやりまして、まあなんとか歌えるようになりました。一生懸命若い人が、
この合わせようと思って腕を振ってですね、そして、我々に練習させたことを覚えてます。で、いよいよ直人会つきまして、やはり、秘境物、赤旗の歌をやっぱり歌ったり、立てよ我が腹からっていうんですか、これを歌わせました。その二つを。なんか少しバラバラだなって僕は感じたんですけれども、なるほど、批評がありまして、このラーゲルの人たちはあまり団結してなかったなって、そんな風に思いました。しかしまあだなっていうことで、こりゃ帰れるんだなと、この歌で返されたんじゃ困るなと、こんな風に思った。それがソ連での歌声の最後でした。ソ連は働かざる者を食うべからずの国ですし、また働かなければ食えない国でしたので、我々捕虜も随分働いたもんです。しかし、働くには条件がありまして、マイナス25度になれば労働に出なくてもいいという、そういう、条件が一つありました。それから出た以上はノルマを達成しなければなりません。この仕事にはこれだけという規定量がありまして、それをまで達しないと、それこそ8時間労働なり9時間なり何時間でもやらせられます。そして日本人は、ソ連の人と同じようなノルマを取るのは無理だと思います。例えば伐採ですね。木を一本切り倒しまして、そして薪を作って、それを積み重ねまして、何立方メートル、二人で何立方メートルとこう決まってました。それをやるのにはなかなか日本人では苛烈な労働でした。そしてそうなんですけれども、いろいろ工夫しないととても体が持ちませんので、例えばその薪を積み上げるときになりたけ工夫して大きな穴を開けて、そしてたくさん傘があるように見せたわけです。そうしますと、あるとき私も工夫してできるだけ体積を大きくしようと思いまして、もちろん長さは決まってますんでね、すぐわかるわけです。80センチぐらいに切るわけですから、それで上手に積み重ねました。随分面積が多くなったようです。そうしましたら、ナチャニクが、監督者が参りまして、こうやって見て、犬が通るって言うんですよね、サバカが。それで二人で笑っちゃいましたけども、そんなふうなことも我々は気をつけて、そしてなりたけ体壊さないようにやりました。中に張り切ってやりまして、ノルマ以上になりますと少し20グラムくらいパンが余分にその人はもらえるわけです。で、無理して食べたいために無理して、働いた人がいましたが、その人なんかやっぱり6膜ですか、そんな風なものをやりましてね、ついに倒れてしまいましたけれども、なりたけ生きて帰るためにはそのように上手にするか、さもなかったら文句を言うより他ないわけです。また材木の貨車に積み込みを随分やりましたけども、とても長さがありますので、二人で、
上手に、担いで、高い貨車に登りますし、だんだんとこう積み重ねていきますと、誰か一人その、天井に登って、そして、木を受けなきゃならないんです。それがもうとても大変でした。で、その、貨車15台も参りますと、我々ラゲルものが大勢出てもとても8時間では積み切れないわけです。それで、もちろん早く積んだところは、気の毒だもんですから、そこへ応援に行ったりして、初めのうちは随分、感謝されもしたんですけども、だんだん、辛くなってまいりました。それで、僕はある時、とてもこんなに上まで積み込むのは時間かかってしょうがないから、その辺に散らばってる小さな木でも入れたらどうだと。そうすればすぐいっぱいになるんだからって言って、ナチャネクに話しましたら、いいとも悪いとも言わなかったもんですから、今度はもうだいぶ積んだら上へ小さな丸太を乗せようじゃないかっていうことで、それから割と楽になりましたけれども、ある時やはり、その製材所の方から文句が来たっていうんですね。上に製材にも何もならない小さな丸太がたくさん乗ってたっていうんです。それでだいぶ文句言われました。そんな風なこともありましたし、また日本の人で得意なものがあるの、それはもうたちまちのうちにノルマに達したと、こんな風な話がありました。それは、俺は犬釘を作りに行くんだけども、ちょいとやっちゃえばもうすぐ奴らのノルマに達しちゃって、あとはゆっくり犬釘作ったよっていうような、そういう風な話がありました。犬釘ばかりはそう作っておられませんので、主な仕事は、材木積みでした。それからマイナス25度になれば、働きに行かなくてもいいというような約束だったんですけど、それはまた、そんな風なわけにいきませんで、マイナス30度ぐらいになれば、なんとか、行かないで済むようになりましたけれども、しかし、それがマイナス25度になり、マイナス20度になれば、結構働きに行かなきゃなりません。それで、門のところにあります、寒暖計を見て、あまり上がらないようになってくれないかって言って、祈るような気持ちになったことがありました。その積み込みの時の寒さといったら、寒い時なんかはすごいですね。やっぱり、鼻出して、外に寒気にさらされているところが、で少し高いところが、そこが凍傷になっちゃうわけです。で、ある時、おい気をつけろ、鼻の頭が凍傷するぞっていうわけで、擦れっていうわけですね。僕も擦りながらもう必死になって、もう消耗してもしょうがないと思いまして、駆けずり回って、そして体をなるたけ暖かくして、鼻の頭の凍傷を防ぐようにしました。しかし、いつの間にか凍傷しておって、その鼻の頭がポコンと皮が取れたことを覚えております。中には弱兵がおりましてね、そして大きな木を運ぶのを二人で運ぶんです。だから大きな木だと。だからとても弱い人と組んだら大変なんです。それで、見ていますと、一人、大きなことを言う兵隊だったそうですけども、弱いんですよね。で、それが担いでたのを見ました。もうひょろして気の毒だなと思ったんですけども、その人はいつか休んでたから、随分大変だろうと。
こういうふうに話して、言いましたら、東京の人だったんですよ。で、私も、その人の勤めてるところ、その人の家ですか、その人の家の前を通って勤めに行ったもんですから、ああ、そこはあんたんちなんじゃ知ってるよっていうことで、じゃあ我々帰ったら、無事だったことを、まあよく働いてたってことを、先に帰った人が、話しようということになったんですけれども、僕はもう早く帰りましたから、その人に、いや、早く帰れましたんですけれども、その人は途中で、もうひどくやられてしまって、病院へ行ったそうです。もちろんもうそういう人は帰れなかったと思います。で、日本に帰りましたから、そこのうちの前を通りましたら、もうそこのうちはありませんでした。というのは、やっぱり燃えたかなんかしたんだろうと思うんですけれども、巣鴨の市場の前の山根という人だったことを覚えております。まあ、過酷な条件のもとに我々は働いたんですけども、向こうも必死で、よく、去年に比べて、5カ年計画なんてのはありますよね。それを表に作っていました。今年は何%達して、120% だとか、まあそんなふうなことを書いてあったのを覚えておりますけれども、まあ、向こうの人も、必死だったんだろうと思います。それで、ある時、あまりだんだん病気する人が増えてしまいまして、働く人がだいぶ少なくなってしまって、いつも休みなしに、だいたい借り出されるようなことになったもんですから、この人に文句言ったわけです。なんで我々だけこんなに働かなくちゃなんないんだっていうふうに、俺たちは随分働いてて、いるんだぜとこういうふうに話をしましたら、いや、見てみろ、お前たちの仲間は随分、遊んでるじゃないかって言うんですね。お前たちはあの人の分まで働かなきゃいけないんだと。1日に15ルピーか。そのくらいは働かなくちゃ、ああいう人たちを食べさせらんないよっていうふうな、そういうふうな話だったんです。それで、僕も、じゃあやっぱり体壊さない程度にできるだけ働かなくちゃいけないんだなと、こんなふうに思いました。なるほど、仕事辛かったのは、今でもその辛かったことは、話になりますけれども、僕の隣に、田中という軍曹がいました。その人は栃木の人だって言うんですけれども、まだ若い人でしたが、僕に言うんですよ。高岡はずるいって言うんですよ。なんでって言ったら、いやあんたも俺なんか夜眠れないほど働いてきてなかなか眠れないのに、お前は話している最中にすぐぐぐ寝ちゃうって言うんですね。それはもう一生懸命働いてない証拠だって言うんですよ。それには参りましてね、やっぱりそりゃ死ぬまでそんなに眠れないままで働いたんじゃとてもたまりませんので、時には息抜くことがありました、僕でも。しかし体には気をつけましたよ。で、ある時その田中軍曹と一緒に働き行きましたら、それは貨車の枕木になる原木の積み下ろしだったんですけども、大きな木が山盛りになってくるわけです。それを一つずつ
線路のこちら側に落とすわけです。それで、そこで二人で働いてたんですけど、ある時すごい声をその人が出しましたんで、なんだと思って、どうしたってこう言いましたら、もう材木が転げ落ちてきて、お前にぶつかりそうだったって言うんですよ。それじゃあ大変だから俺夢中になって抑えたんだぜって言って、そういう風な話でした。それには私も、私に対しては相当過酷に言った人だったんですけれども、感謝しました。ギャーっていう声出したんですね。それで、僕はまた少しのんきだったのか、そういうことをやったことなかったもんですから、それほど気をつけませんでした。それで、聞いたわけです。それから木を切る作業も丸太を切る作業もだいぶやりましたけれども、渋谷という人はやっぱり古い兵隊だったんですね。だからそういうことをやるのはとても器用だったんですね。山形の方の兵隊さんで渋谷という人ですけど、その人はなんか戦犯見たようなことで、だいぶソ連に目つけられて、とにかく追われてる人だって言うんですね。でもその人は穏やかな人で、あんたこういうふうに生きるんだよって言って、丸太の切り方を教えてくれました。僕もそれでだいぶノルマを上げることはできましたけれども、